はい、こんにちは、まさやんです。今回のテーマは、AutoCAD の、リスクの選択関数、エントセルの解説をします。まずちょっと事前にですね、線と円と寸法を書いておきますね。はい、ちょっとこんな感じですね。円と線と寸法、を削除しておきました。で、エントセルなんですけど、ちょっと先にヘルプで参照しておきましょうか。エントセル。これですね。エントセルの説明があるんですけど、簡単に言うと、オブジェクト、図形を選択するっていう関数になります。ね。はい。じゃあ早速、やっていきたいと思いますが、テストファイルっていうのを事前に作ってるんで、こちらにコーディングしていこうと思います。まず、カッコ、エントセルと、入力して、実行してみましょう。そうすると、オブジェクトを選択と、要求してきますので、例えば線をクリックすると、図形名、と、あと、これちょっと座標を示しますけど、どこの座標かちょっとまだいまいちわかんないですね。こういう形でですね、図形の情報を取得することができるんですね。で、これだけじゃちょっとさっぱり何のことかわかんないんですけど、続いてですね、またこれカッコで閉じまして、まず、この図形名をまず取り出したいと思います。で、その取り出し方なんですけど、car っていう、関数があります。この car っていうのは何かというと、これですね、リストの先頭の要素を返しますってことなんで、言うたら、この図形名、この一つ目の要素を取り出すという意味になります。これで保存して、はい、実行しますと。で、クリックすると、はい、こういう感じで図形名だけが取得できるようになります。で、ここから図形名を取得して、そこからもっと詳細な、情報を得たいと、いうことなんですけど、またさらにここから、カッコを閉じて、次はエントゲットという、ね、これは何かというと、エントゲットっていうのは、定義データを取得しますと。これやってみた方が早いんですけど、ここにも書いてますけどね。これで保存しますと。で、実行すると、クリック。こういう形でですね、オブジェクトの情報がリスト形式で出力されるんですね。これちょっとわかりにくいんで、コピーして、こっちにちょっと貼り付けてみます。で、ちょっと、開表を入れるとですね、ちょっとわかりやすいかもしれないですね。いろんな情報がある中、ようわからん情報もちょっと多々あるんですけど、わかる範囲ですね、説明します。はい。こんな情報がありますね。まず、この情報は、わかりますよね。図形名ですよね。図形名ですね。で、これユニークな番号なんですよね。言ったら ID みたいなもんです。ね、ID。で、これがですね、何かというと、オブジェクトの種類。
種類を表しています。ちょっとよく何のことかちょっとわからないですけど、で、これは今、モデル空間に書かれてますよという意味です。に削除されていますということです。で、これはですね、画像名です。ね。続いて、こちらはですね、視点ですね。はい。で、これが終点になります。これはちょっとよくわかんないです。こういう感じでですね、オブジェクトの情報が、このように取得できるんですね。はい。ちょっとコメントにしておきます。はい。じゃあ、もう一つ、円を選んでみましょうか。はい。これ円ですね。そうすると、こういう形で図形名と、あと、サークルですね。円っていう、意味合いがありますので、あと中心とかですね、半径とかが、表示されてますよね。はい。という形でですね、あと寸法ですね。寸法にやっておきましょう。失敗。いけたか。そうですね。ディメンションっていうのは寸法のことですね。これちょっといろんな情報がありすぎて、ちょっと見にくいですけどね。慣れてくるとは思うんで。こういう形で情報が取得できますね。一種のデータベースをイメージしてくれたらいいと思いますね。寸法、と、線分、円っていう形ですね。で、こうやって押すと、こういう形でオブジェクトの情報が抽出できるんですけど、例えば、このラインだけ欲しいっていう場合ですね。このラインだけ欲しいっていう場合。その時はですね、また括弧で閉じます。で、関数がですね、ASOC っていう関数があります。で、これヘルプ。ヘルプです。見てみましょう。ASOC。はい。リストの中の、指定された要素ですね。を返しますよと。こういう感じでね。サイズっていう、リストの中にですね、サイズっていうのがあるかどうか探してるんですね、これだと。なので、今回の場合は、この、0。これか。これが欲しいんですね。なので、ここに、0とありますよね。なので、ここに0と打ちます。そうすると、これがリストで何になってるんで、これで実行すると、はい、LINE という情報が抽出できますよね。これだったら円、ね、サークル。で、寸法だったらディメンション。はい。ね、これで、if 文とかってですね、LINE の場合でこういう動きしたいとかですね、サークルの場合はこういう動きしたいとか、いうときに便利ですね。はい。こんな形ですね。はい。エントセルの、説明でした。はい。参考にしてください。ご視聴ありがとうございます。